こんにちは。今週の真心は定食は下味冷凍続編、夏に食べたい1週間レシピ。また後半に下味冷凍と同時に副菜の時短調理をご紹介。ラベルに7品のメニューを書いたらバリエラに袋をセットして早速作っていきましょう。鶏もも肉は切れているので早速そのまま入れるだけ。あとは調味料です。醤油大さじ3、みりん大さじ2、酒大さじ1、にんにくチューブ大さじ1、生姜はお好みで入れてください。さっぱり食べるのに別ダレでおろしポン酢を作ります。大根すりおろしして袋に入れたらポン酢大さじ4、これで完成です。袋に詰めたらお肉は揉み込んで一緒に冷凍庫に保管します。解凍プレートで解凍しました。ざる揚げしてタレを切ってから片栗粉をしっかりなじませて180度の油に入れていきます。我が家では2度揚げするので1度目はさっと揚げて、2度目は190度、火を弱め中火から中火に上げて2度揚げをします。これぐらいで。ポン酢でさっぱりだけどジューシーで秒でなくなりました。美味しかったです。特用パックにしたのでもも肉レシピをもう一品。お肉を詰めたら長ネギの3分の2の白い部分をみじん切りにしていきます。あとは袋に詰めたら調味料です。酒、醤油大さじ1ずつ、ポン酢大さじ3、お砂糖小さじ1、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。レンジで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。煮立ったら裏返して揺すって火が通ったら完成です。一つ刺して透明な汁が出たら OK です。鶏肉の甘みとポン酢の相性が抜群です。トマト多めでチキンカレー、もも肉を袋に詰めていきます。玉ねぎはざく切りしたらブンブンチョッパーでみじん切りに。袋に詰めていく。今回はカットトマト缶です。これを入れたらあとは調味料だけ。カレールーは1箱全部入れます。お好みソース、ウスターソース、蜂蜜大さじ1ずつ。パンパンですが空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍しました。火は弱火でバターを置いて蓋をする。サラッとが好きな方は水 200ml ほど追加してください。混ぜて10分ほど弱火で煮込んだら完成です。さっぱりトマトの風味が癖になります。とっても美味しいです。人参は斜めにカットして薄切りにします。この後もう一つのメニューにも使うので丸1本とニラも 4,5 束カットしておきます。豚ひき肉を詰めていく。合いびき肉でも OK です。さっき切ったニラと人参の半分を詰めたらあとは調味料です。砂糖大さじ2、醤油大さじ2、ごま油大さじ1、お水 130ml、 これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。煮立ってきたらお肉をお好みで少しほぐしてお湯で戻した春雨を入れ、春雨が馴染んだら完成です。ヘルシーで安いのにとっても美味しいです。たまにの贅沢に海鮮焼きが食べたくてボリュームの出る海鮮焼きそば。さっき切った人参とニラ、ベビーホタテ、エビをたっぷりと。エビは片栗粉で洗っています。詰めたらあとは調味料です。酒大さじ2、味の素8から9振り、鶏ガラスープの素小さじ1、入れ忘れしてしまいましたがオイスターソース大さじ1。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍です。火は弱めの中火で入れ忘れしたオイスターソース。焼きそばの麺を油を一回しから二回しほど入れて焼いておきます。火は弱めの中火で煮えすぎるとエビが硬くなるので煮立ったら水溶き片栗粉を入れて完成です。麺は揚げ焼きするとカリッカリで美味しいです。暑くなってくると冷たいものが食べたくなるので下味冷凍の冷製パスタを献立しました。大葉は 4,5 枚ほどみじん切りにしてトマトは大きめのサイズにカットする。潰さないように優しめに切ったら袋に詰める。トマトと大葉、ツナ缶を入れたらあとは調味料です。砂糖、ごま油、醤油、めんつゆ、お酢大さじ1ずつ。これで完成です。優しく空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。
冷製パスタのコツは茹でるときに塩をしっかり振って味をつけること。大さじ 1.5 入れて湯がいてあげたら氷水で締めてください。その上に流水解凍しておいた冷たいソースをかけるだけ。簡単でめちゃくちゃ楽なレシピです。さっぱりひんやりでとっても美味しかったです。サバは個人的に一番大好きな魚。新しいレシピを考えて作りました。塩を振ってしっかり拭き取りしたら4、5等分にカットしていく。袋に詰める。あとは調味料です。醤油大さじ 1.5、お酢も大さじ 1.5、いりごま大さじ3、片栗粉大さじ3入れたら完成です。空気を抜いて軽くなじませて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。フライパンに出して油を一回しして皮目を下にして並べて、火は弱めの中火で蓋をする。パチパチ音がしたらひっくり返してもう一度反対側を焼く。裏面も焼けたら完成です。すぐ焼けるので目を離さないでください。ごまと皮がパリパリでとっても美味しいです。一緒にまとめて野菜をカットしておきます。野菜のカットって意外と手間になるし、いつか使うかもと余っている野菜って気づいたら傷んでしまうので、切って準備しておくとパッと副菜が一品作れます。切り方は千切りか短冊切りがおすすめ。サラダ、きんぴら、味噌汁にも使えます。水気を軽く押さえてキッチンペーパーを敷いて100均の鮮度保持袋で結んで野菜室に入れておきます。今回大根おろしの残りの大根は漬物や味噌汁用にいちょう切りと、サラダや味噌汁に使える千切りで作ります。玉ねぎはくし切りを半分にカットしてブンブンチョッパーに入るサイズがおすすめです。ついでに切った余り野菜を早速副菜ともう一品に活用します。玉ねぎと大根と揚げを入れて本だし、だしパック、水を鍋に投入する。えのきも袋に入れておいたものをカットして醤油と酒を入れて火にかけて、あとは煮込むだけです。メインのおかずを作る前にオーソドックスですがすぐできる副菜としてご紹介。さっきカットした人参の千切りを入れてさっと酒をかける。アルコールが飛んだら醤油、砂糖、みりんを入れて、あとはしんなりするまで炒めてごまをかけて馴染んだら完成です。子供もとっても好きなので、ごぼうがない時も人参きんぴらとして作ります。とっても美味しいです。味噌汁を煮込んでいる間に卵焼き。オーソドックスだけど何にでも合うのと、冷凍できるのでもう一品欲しい時に保存用としても作ることが多いです。ちなみに我が家の卵焼きは1回目は2分の1、2回から3回目は4分の1ずつ液を入れます。ふんわりした卵焼きには火は中火か強めの中火で、途中の気泡は潰しながら焼くとジューシーで密に焼けます。またまな板に移してからラップで蓋をして急激に温度を冷まさないようにするとふわふわをキープできます。今週は7日分の下味冷凍を作りました。先週と合わせて14日分になるので、まとめて作りたい方は前半もぜひチェックしてみてください。私的おすすめはトマトチキンカレー、海鮮焼きそばと唐揚げでした。皆様のお役に少しでも立てたら嬉しいです。また来週お会いできますように。ご視聴ありがとうございました。